あなたはあえて遠回りをして電車に乗ることはありますか？効率が美徳とされる現代において、それは贅沢な反逆かもしれません。こんにちは、京承交通チャンネルです。今回は23区限定大回り乗車。東京23区という限られた箱庭の中で最も長い一筆書きのルートをたどる飽くなき探求の旅です。例えば、人は渋谷から原宿へ向かう際、山手線で隣駅へわずか3分で移動します。しかし大回り乗車とは、あえて逆回りで山手線を一周し、数十分をかけて隣駅へ向かう行為。旅客営業規則の特例規定、大都市近郊区間の選択乗車を逆手に取った知的遊戯です。山手線一周に限らず、ルートは無限。ただし、鉄の掟が一つ。一度通った駅や路線は二度と通れません。一筆書きの美学がそこにあります。早速、旅を始めましょう。現在地は江戸川区小岩駅。千葉県境にほど近い江戸川が形成した中石平野の上に位置しています。そして目指すゴールは東京23区の西の果て、武蔵野台地上の杉並区西荻窪駅。本来小岩から西荻窪までは三鷹行きの総武線1本でつながっています。乗り換えなし、直線的な移動こそが現代交通の設計思想。しかし今日、私たちはこの45分の道のりを拒絶し、大いなる遠回りへと足を踏み出します。小岩駅1番線。黄色い帯の電車、総武観光線のホーム。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。ここが今日の壮大な旅の起点です。小岩駅から総武線各駅停車に乗車。ご注意ください。揺られること約3分。隣の駅で早くも降車します。ここは新小岩駅、葛飾区の0メートル地帯に所在する。ここで3番乗り場へ。各駅停車から快速線へのシフトチェンジです。3番乗り場、総武快速線ホーム。ここから風景の速度が変わります。滑り込んできたのは逗子駅。都心を貫き、湘南の海まで至る長距離ランナーです。新小岩駅を出発、東京の下町から都心部を目指します。車窓にはスカイツリー。かつての湿地帯が垂直都市へと変貌した象徴、錦糸町駅に間もなく到着。隅田川の手前、両国駅付近から列車は地中深くへ。総武トンネルの闇が風景を一度リセットします。東京駅地下ホーム。海抜マイナスの世界を地上の喧騒とは無縁にさらに南へ。暗闇を抜け、再び光が差し込みます。地上区間へ復帰。新小岩駅から乗車すること約25分。降りた駅は東京の南の玄関口、品川駅。巨大なコンコースへ上がると、そこは駅中という名の都市。商業店舗がひしめき合う連絡通路を移動します。行き交う人々の波は、かつての宿場の王の賑わいが形を変えて現代に息づいている証です。喧騒を抜け3番乗り場へ。ここで山手線外回りに乗り換え、都心を時計回りに進みます。鮮やかなウグイス色の電車に乗り込みます。渋谷の富底を越え、武蔵野台地を北上し、代々木駅に到着。1番線ドアが閉まります。次に乗るのは再びの黄色い電車、中央総武各駅停車。4番乗り場へ。ここから東へ進路を取り、都心を横断します。次は水道橋。飯田橋、水道橋。かつての江戸城外堀に沿って走るこの区間。
東京ドーム式の白い屋根を左手に見送り、神田川の渓谷お茶の水へ。次はお茶の水。この電車は神田東京お茶の水駅に到着。停車します。聖橋の下、神田川のほとりにある駅です。3番乗り場から向かいの4番乗り場へ。ここでは同一ホームでのスムーズな乗り換えが可能です。中央線快速、東京方面のオレンジ色の電車へ。各駅停車と分岐し、一段低い高架線を走ります。電気内、秋葉原の雑多な街並みを見ながら右へ大きくカーブ。中央線快速への乗車はわずか1駅だけ。ここは神田駅、サラリーマンの聖地にて下車。次の東京駅まで行ってしまうとその先は重複乗車となりゲームオーバー。寸止めで降りるのが鉄則です。3番4番乗り場、山手線京浜東北線の高架ホームへ上がります。山手線内回りに乗車。中央線と分岐し、今度は北東方向。秋葉原御徒町と停車し上野駅へ。上野の山と下町の境界線です。ここでまた乗り換え。2番線ドアが閉まります。次は宇都宮線高崎線方面の乗り場へ向かいます。掲示板には宇都宮線宇都宮駅北関東への旅立ちのようですが、23区を出ません。ホームにやってきたこの近郊型電車 E233 系に乗り込みます。この電車は宇都宮線。ここで重要な地理的ポイント。山手線京浜東北線のルートから東に大きくそれます。広大な奥車両センターが車窓いっぱいに広がれば間もなく奥駅。かつては北斗星などの寝台列車が休息した場所です。次は赤羽です。新幹線の高から合流し、京浜東北線としばらく並走。電車から降車。ここは北区赤羽駅。多くの路線が交わる北の要衝です。ここまで運んでくれた電車を見送り、次のホームへ。赤羽駅からは京浜東北線南港に乗車。北道を少し戻るようですが、先ほどの奥駅の存在がこのルートを別路線扱いにしてくれるためルール上は問題ありません。西日暮里、日暮里、武蔵野台市の外線に沿って走り、京浜東北線から降車。山手線内回りの乗り場へ。ここは田端駅。山手線で唯一北区に所在する駅であり、台地と低地の境目に位置します。ここから再び東京の大動脈山手線に乗車。ここからは台地の縁なぞるように走ります。京浜東北線と分岐し、進路を西へ。駒込、巣鴨、大塚、そして巨大なターミナル駅池袋へ。目白、高田馬場、新大久保。学生街や多国籍な街並みを抜け、間もなく新宿。閉まるドアにご注意ください。閉まります。世界一の乗降客数を誇る迷宮新宿駅で降車。
本日最後の乗り換え、目指すは11番、12番線。そして中央線快速に乗り込みます。いよいよ旅のフィナーレ、西へ。この電車は中央線快速高尾行きです。東洋一の繁華街を抜け、武蔵野台地を一直線に進みます。グリーン車は4号車と5号車です。中野、高円寺、阿佐ヶ谷を過ぎ、間もなく本日の目的地、西荻窪。無事に東京23区を出ることなく、西荻窪駅に到着。ここは杉並区に所在し、JR では23区内最西端の駅、本日のゴールでもあります。果たしてここまでの所要時間は？現在時刻は13時30分。結果約3時間の道のりでした。ちなみにスタートの小岩から西荻窪まで最短ルートならわずか45分ほど。最後に私たちが描いた軌跡を確認しましょう。小岩から総武線各駅停車でスタートし、新小岩で快速へ。品川より山手線外回りに乗り、西側を回って代々木へ。代々木からは総武線で都心を横断。お茶の水から神田を経由して細かく大回りして上野へ。上野から奥という盲腸線のようなルートを経由してさらに大回りし赤羽。赤羽からは京浜東北線で南下し田端へ。田端から再び山手線内回りで池袋、新宿という副都心を巡り、最後は中央線快速で西荻窪へ。江戸川の水辺から武蔵野の大地へ。東京の地形と鉄路が織りなす約3時間の壮大なドラマ。これが23区限定大回り乗車の旅。目的地へ急ぐだけが旅ではありません。時には遠回りこそが最も豊かな時間を与えてくれるのです。